感動させよう、喜ばせようの落とし穴っていうのがあるなと思ってます。実はそれってホスピタリティの本質ではありませんか？だから本当に大切なのは、この相手を喜ばせたいという思いです。まずは、どうありたいか、あるべきかと。こんにちは、もんじです。このチャンネルでは、今の時代に通用する組織づくり、育成術など、役に立つ内容をお話ししています。ぜひ、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。本日もよろしくお願いします。お願いします。本日のテーマがですね、ホスピタリティという、こちらについてちょっと掘り下げてお話を伺えればと思っております。当社では入社してからですね、主に自己啓発、自分のキャリアとかですね、会社のことについて学んだ後に、スキルに入っていくわけですけど、スキルはですね、ソフトスキル、基本スキル、ハードスキル、職種別スキルとかですね、いろいろ決めてるんですけど、弊社引っ越しで、これやっぱり接客業なんですよね。サービス業ですよね。なんで、ものすごくやっぱホスピタリティって大事なんですよ。なので、ホスピタリティという、必ず学びがあるんですけども、逆にあれですかね、例えば感動させる接客とか、また来たいと思ってもらうサービスって聞くと、どんなことをイメージしますかね？また来たい。2回目以降に来たお客さんの好きな食べ物を覚えてるとか。なるほど、なるほど。なんかこう先回りして、お客様の立場に立って考えるみたいな。なるほど。やっぱなかなかこう想像しにくいですよね。僕もその会社の中で、やっぱお客様をとにかく喜ばせようと。僕らのテーマ、引っ越しで笑顔に人生を斜め上っていうことに関して、お客様にとにかく喜んでもらうと、笑顔にしようとよく言ってるんですけど、弊社の評価する指標も、NPS というものを使って、顧客満足度を評価にしたりしますと。やっぱり社員もみんなお客様に喜んでもらいたいと。NPS どうやって上げればいいんだと。こういう議論よくなるんですけど、勘違いしやすい、感動させよう、喜ばせようの落とし穴っていうのがあるなと思ってます。多くの人が、とにかく何か特別なことをしなきゃとか、サプライズしなきゃって思っちゃうんですよね。そこまでいかなくても、何をしたら喜んでもらえるんだって。何をしよう、どうやってやろうと、What や How ばっかり考えがちなんですよね。僕は常に言うんですけど、実はそれってホスピタリティの本質ではありませんか？感動の本質って思いから始まるんですよと。本当にお客様に喜んでもらいたいとか、笑顔になってもらいたいっていう思いから始まるんだと。だから本当に大切なのは、この相手を喜ばせたいという思いですと。人を喜ばせたいという思いですと。自分の心の中に、お客様のために、喜んでもらうために何かしてあげたいなっていう気持ちがあるかどうかですと。この、だからやり方みたいなっていうのがやっぱ感動の原点であると。だから、例えば技術的にお手紙を書くとかしたところで思いがなかったら喜んでもらえないです。あれやってきて本当に思います。こう言ったらお客様は喜ぶよって言っても、同じセリフを言っても人によって違います。言う人によってですね。だからやっぱり、とにかく、感動の本質、ホスピタリティの本質はまず思いから始まるんだ。思いから始まる。相手を喜ばせたいという思いから始まるんだと。っていうことを絶対に忘れないでほしいなと、いつも言ってるんですよね。なるほど。何をしたら喜ぶかの前に、まずあなたには本当に喜んでもらいたいという思いありますかと。その思いを育むことから始まりますよと。じゃあなぜそういうふうに思えるか、みたいなことを、深掘りして結構話してはいくんですけど、ここで言いたいのはとにかく本質は思いですと。思いがなければ始まらない。ホスピタリティとは呼ばない。単なるおもてなしとはまた違うんですか？言葉の定義はそれぞれ解釈もあると思うんですけど、ホスピタリティっておもてなしですけど、おもてなしも含めて思いから本質は始まりますよ。だから形だけのおもてなしは、本当の本質的には感動まではいかないですよねって思うんですよね。なるほど。大事なのはやっぱ思いですよっていうのをもう繰り返しこうやって今みたいに強調しちゃうんですけど、なんで思いが大事かっていうと、思いがある人はですね、目配り、気配り、心配りができるんですよ。目配り、気配り、心配り。これ自然にですよね。それこそ言葉遣いとか表情とか
声のトーンとか、はい。身だしなみとか、くるめて、どれもこう、やっぱ相手を喜ばせたいと思っているから配慮が行き届くわけですよ。それが小さな感動になっていくんだと。はあ、なるほど。これ、言い出すと僕も延々と喋っちゃうんですけど、これもよく社員にも言いますけど、例えば大好きな相手とデートに行くときに、ボサボサの髪の毛で、しょうもない身だしなみしていきますか？行かないですよねと。はい。ちゃんと大事なデートだったら、髪もちゃんとセットして、ね、身だしなみもやっぱりこう自分の中で気を使ってしますよねと。お客様もそれは気づきますよと。だからやっぱりなんかほんと細かい話ですけど、お客様に喜んでもらうために、言い方悪いですけど、例えば15分でも早く起きて、一生懸命髭剃って、ね、髪をセットして不快感のないように、例えばこう匂い気をつけてとかやってるんですよって、これがリアルにお客様が理解したときは、ああ、この人本当にね、お客様に喜んでもらいたくてとか、すごいプロフェッショナルだなと、素晴らしいなと思いますよ、絶対に。うちの実際の例で僕すごい嬉しかったのが1個あるんですよね。はい。友達とか先輩の経営者が弊社で引っ越すときに、お願いをしてもらって、で、結果、感動したと、終わった後に。すごい、なんかお礼のメッセージくれたんですよ。これね、ほんとすごいんですけど、何に感動したか。何だと思います？引っ越しですよね。はい。その経営者は、引っ越しした後にすごく感動してくれて、僕にもそうですけど、社内でも、自分の社内でもですよ。こんなことあったんだって言って、こういうのが本当のホスピタリティなんだみたいなことを自分の社内で言ってたんですよ。想像がつかないですね。つかないですよね。って思うかもしれないですけど、それは引っ越しに行ったスタッフが持っていたスマホを見てなんですよ。持っていたスマホ？何言ってんのって話じゃないですか。そのスタッフはスマホのカバーあるじゃないですか。透明のスマホカバー、スマホにくっついてますよね。その中にお客様からもらった感謝の手紙を入れてたんですよ。その人じゃないですよ。その先輩経営者からしたら、どこぞの誰か知らない人ですよ。でも、その手紙をスマホのカバーに入れてたんですよ。言い方悪いですけど、その人からしたら、そのスタッフからしたら、いつも通りしっかりやっただけですよね。でも、そのお客様からもらった手紙を自分のスマホのカバーに入れてること、それを読んで、それで感動してくれたんですよ。なぜか。そういうお客様から喜んでもらった声をものすごく大事にして忘れないようにスマホのカバーに入れてる。こんな子いないよと。やっぱりその通りすごいしっかりしていてたし、作業も良かったと。これ感動ですよ。これちょっとテーマとずれるかもしれないですけど、そういうことができる子って本当に喜んでもらったこと嬉しいと思えるので、だからまた誰かを喜ばせたいと思ってるんですよね。なるほど。で、やっぱり目配り、気配り、心配りができてるんですよ。これってじゃあそのお客様に対して何かしたわけじゃないですよね。特別な。でもそういうその子の姿勢とか多分価値観を多分感じ取ったんですよね。それが感動になっちゃうんですよ。これすごいなぁと。自分もびっくりしましたよね。じゃあこれマニュアルで生まれますかと。生まれないですね。それこそそうお客様に思ってもらうために自分のスマホとスマホケースの中にお客様からの感謝の手紙を入れておけとかそんなことはないんでしょうと、本当にちょっと違う例ですけど、こういう何気ない本質というか、人間性というか、そういうことが相手に感動をもたらしたりするっていうちょっとトッピーな事例ですけど、で何気ないやっぱり言動行動態度とかなんですよね。なのでやっぱこれって思いがあるからこそやっていることで、そういう人だからこそやっぱ喜んでもらえる、心のあり方っていうのが究極言ったらブランドになりますよと。心のあり方がブランドになる。ホスピタリティっていうのはやっぱ大げさなサービスじゃないんですよ。物理的なホスピタリティをもてなしと心のホスピタリティみたいな話でいくと、心の方は大げさなサービスではない。心から喜ばせたいと思えるかどうか、それが全てなんだと。その思いっていうのがやっぱ表情に出て、言葉に出て、行動に出て、またお願いしたい、ここに頼んでよかった、本当にありがとうっていう感動につながるんですよね。言いたいことはだから
自分たちのやっぱ心の在り方っていうのが、自分たちの文化を作る、イコールブランドを作っていくってことですよね。だからやっぱずっと言ってるのは、何をするかじゃなくて、まずはどうありたいか、あるべきかと。やっぱ心の在り方から考えましょうと。思いをやっぱ持つことをやっぱ大事にしたいなと。これって僕らのフィロソフィー、理念とか、クレドとか、そういうのを作った時にやっぱ考えたのは、マニュアルを作ることってすごく大変だし、作って結局やることが目的じゃないんですよね。やっぱ僕らからするとどうお客様に喜んでもらうかっていう話なので、だとしたら喜んでもらうために何をするかをバーって書いてあるマニュアルじゃなくて、喜んでもらうために俺らやってるんだっていうことを書くとする方が、目的からバーンと書いた方が、何をするかは自分たちが考えてやってくれればいいと。大事なのは何をするか決めたのはこの通りやることじゃなくて、喜んでもらうためにどうするかっていう問いですよね。そういう意味でも会社としてもやっぱり何をしましょうよりも、まずは喜んでもらうんだ。それが目的。喜んでもらいたい。うちはそのためにやってる。判断基準みたいな芯をやっぱり発信していくっていうことが大事になってやってますと。だから個人もそうだと。何をするかも大事なんだけど、その前になぜそれをするのか、目的は何なのかっていうことをやっぱり第一に考える。それがやっぱり本当にお客様に喜んでもらいたいっていう心のホスピタリティになっていくからね、やっぱり本当にこう喜んでもらった時の自分も感動するし、喜んでもらったら嬉しいでしょと。こういうことをやっぱり常に最初は教えていかなければいけないと思ってやってるんですよね。なんでちょっといろいろわーっと喋ってしまいましたけれども、やっぱりその感動の本質、ホスピタリティ、心のホスピタリティの本質はやっぱ思いだと。喜ばせたいとか、笑顔になってもらいたいっていう思いですよ。相手をどうさせたいかの思いですよと。こっから全て始まりますと。で、思いがあると、目配り、気配り、心配り、細かいところにまでそういったものが配慮されますと。その小さい気遣いが大きな感動となって帰ってくる。そういうことですよっていうのをお話ししたかったです。すごいいいお話ありがとうございます。皆様からいただくいいねやコメントはいつも見ていて励みになっています。この動画が気に入った方はぜひいいねやコメントをお願いいたします。